んにちは、Mリン工房です。今回は第9回目ボディの縫い合わせです。前回カットしましたボディですね。尻尾と腕2本、あとボディ後ろと前2つ、あとこちらのヘッド頭のパーツです。この12345 5つのパーツを使って大輔くんのボディを仕上げていきます。で、用意するものはこちらの糸、だるまの家庭用の糸、細口使ってます。あと針と使いやすいハサミ用意してください。で、私はだいたいこういった大輔くんのこのボディは手縫いで仕上げてます。なぜかっていうと、手縫いの方がミシンよりかちょっとこの布に対する馴染みがいいような気がして、ほぼほぼ手縫いで全て仕上げてます。で、ミシンの方が得意な方はミシンで作っていただいても全然差し障りないので、ミシンが得意な方はそちらで仕上げてみてください。では早速縫っていきます。で、縫い方のポイントなんですけど、こちらこのファーの毛をなるべくこの外に、この裏側に出さないっていう、この内側にこう入れて縫っていきます。そうすると縫い合わせた時にここの縫い目がこのファーで隠れる形になります。逆にこのファーを思いっきりこちら側に出して、こういう状態ですね。こういう状態で縫ってしまうと、ここの縫い目が丸分かりになってしまうので、どのパーツに置いてもこのファーを内側っていうか、このファー側にこう寄せて縫ってあげてください。縫っていきますね。手縫いの場合は半返し縫いで縫うとしっかり縫い目がしっかりすると思います。こういった形でね、縫い進めていきます。ミシンの場合もご注意しながら毛をファー側に寝かせながら縫ってあげてください。こういった形で頭のパーツ縫い進めていますね。これでここのダーツの部分が縫い上がりました。で、これでね、ファーを内側に入れたので、縫い目がこう分かりづらくなります。こういった形で全部縫い進めていきます。はい、じゃあ引き続きですね、今度尻尾のパーツ縫っていきます。尻尾は全部縫い合わせて、ここの下を閉じないでひっくり返します。またこの毛を内側に入れながら縫っていきます。縫い終わりましたので、こちらを裏返していきます。ここ最後縫ってしまうと裏返せなくなってしまうので、必ず最後のここの尻尾のこの先の部分は縫い合わせないでいきます。こうやって裏返していきますね。ちょっと細いので裏返しづらい場合は、先の細いあまり尖ってないもので、私なんかこの筆の裏側とか使いながら
少しずつ押し出していきますね。こういう感じです。これで尻尾がきれいに裏返りました。でここの先ですね、このまま穴が開いているとおかしいので、ここはぐし縫いでギュッとこう閉じてしまいます。ここですね、このところを内側を拾っていきつつ、細かめのぐし縫いでこういう感じですね。で最後ここの閉じ側が隠れるようにきれいに縫い合わせていきます。でこの時に毛を巻き込まないように注意してください。こんな感じですね。こちらで尻尾の完成です。これですね。次は、後ろボディのここの穴のところ、お尻のところに尻尾をつけていきます。で尻尾なんですけど、注意してこの縫い合わせの縫い目がお尻側につくようにします。でこのように通してもらって、でここもやっぱりこの毛を外側っていうかファー側に寄せながら縫っていきます。で尻尾は取れてしまうとよろしくないので、2本取りでしっかり仕上げていきます。でこのように尻尾に沿うような形で2本取りでぐるっと一周回って尻尾をつけていきます。はい、これで尻尾がつきました。こんな感じですね。でここも綺麗にファーで縫い目が隠れている感じですね。これで尻尾付けの完成です。続きまして、後ろボディのこのダーツの部分、ここを縫っていきます。ここも同じように毛をファー側に寝かせて、半返し縫いで縫い進めていきます。こうですね。これで両側のダーツが縫い上がりました。表から見るとこんな感じです。ここのダーツのおかげでこの後ろのお尻の部分が少し座りが良くなります。ちっちゃいけど大切な部分です。後ろボディと前ボディのこの両肩を合わせて縫っていきます。肩を縫い合わせてから腕を縫い合わせて、そして全体的にこういった形で仕上げていきます。
腕を先に縫って、ここの脇を縫ってからつけてもいいんですけど、そうすると少し大変なので、私は最近この方法でやっています。ではこの肩と肩ですね、縫っていきます。肩も破れてしまったりすると大変な部分なので、こちらも2本取りでしっかり縫い合わせていきます。これで肩が縫い合わさりました。だんだんこう大輔くんのボディらしくなってきましたね。これが前です。でこれが尻尾の感じです。はい、では先ほど縫った肩の部分に腕つけていきます。でここの肩の縫った部分と腕の半分のライン、ここ半分にして、ここのねラインが合うように合わせて、こことここが半分になるように合わせて、でやっぱりファーを内側に入れつつ縫っていきます。腕もしっかりつけたいので、やはり2本取りで進めていきます。これでこちらの腕がつけ終わりました。こうですね。次は反対の腕をつけていきます。腕が縫い終わりました。こういった形で後ろボディ、前ボディ、あと腕がついて、こんな形に仕上がっていくわけです。次は体のサイドと腕の部分ですね。こちらをぐるっと一気に縫い進めていきます。最初は腕から始めます。こうですね。こちらは1本取りで半返し縫いで進めていきます。でいよいよボディに移るんですけど、ボディなんですが少しダーツが入っている分、後ろのボディの方が気持ち短いんですね。それなので足のここの出来上がりのところに待ち針を打ってもらって、ちょっと待ち針がないので普通の針で打っちゃいますけど、打ってもらって、でこのカーブが均等になるように縫っていきます。布の長さが違うので必ず足の方をちょっとこういうふうに押さえてあげて、で縫い合わせてください。きっちりここから縫っていくと足の長さ、足のこの布の長さが少しずれてきてしまうので、ここはお願いします。でこのようにやっぱり内側にファーを寝かせつつ縫い進んでいきます。ここがぐるっと
このようにサイドが縫えました。で今度反対ですね。反対縫っていきます。次は、ここの股下ですね。こちらを縫い合わせていきます。両方このサイドが縫い終わったので股下縫い合わせていきます。お股のこの部分は特に細かく縫ってあげてください。どうしてもね、足とか動かすとここのところからね綿が出ちゃったりすると嫌なので、他の部分もそうなんですけど、このところはかなりいつも気を使って細かく縫ってますね。はい、これで一応ボディは縫い終わりました。よいしょ。でこれで裏返していきます。手が少し細いので裏返しづらいんですが、少しずつ時間をかけて裏返していきます。はい、これで大輔くんのボディが縫い上がりました。手と足ですね。で後ろを見るとここに尻尾がついてます。でしっかり毛を外に出しながら縫ったせいで、あまりこう縫い目が目立たなく仕上がってます。こういった形でボディが仕上がりました。次は頭の方、ヘッドに取り掛かります。ヘッドもこちらの左右のダーツを縫い合わせた後、センターのこちらの部分ですね。こちらの部分縫っていきます。はい、これでヘッドの出来上がりです。こういった感じですね。ダーツが入ってセンターを縫って、こういう帽子みたいな感じに仕上がります。このボディとヘッドですね、こちらをくっつけていきます。この、後ろボディの中心のところと、このヘッドの後ろ中心を中表にして、このように縫い合わせていきます。でここの部分も破れないように2本取りでしっかり縫い合わせていきます。この首周りとヘッドがつきましたので、裏返すとこういう形ですね。はい、ではこのようにねボディが出来上がりました。次回はボディの組み立てです。手足の付け方のポイントや綿入れを詳しく説明していきたいと思います。エムリン工房でした。バイバイ。